こんにちは。前回の動画で、自作したヒートパイプの性能を確認してみたのですが、うまく機能しているのか、よくわかりませんでした。今回は、動画にいただいたコメントについて、検証をしてみたので、ご紹介します。おまけで、PC ケースをライトアップしてみたので、最後まで見てね。検証するために、分解していきます。CPU クーラーを取り外すと、こんな感じでした。余った CPU グリースが、多少はみ出していますが、ヒートスプレッダー部は、密着していたように見えます。CPU 側はこんな感じで、ヒートスプレッダーも密着していたように見えます。リテールクーラーは、ネジで固定するタイプなので、ネジでしっかり固定すれば、確実に密着できるようです。一方で、アルミ棒は、ブラケットで固定している場所から遠くなるほど、ケースとの密着がうまくできていなかったようです。アルミ棒は両端で固定する必要がありそうですね。ヒートパイプを取り外します。CPU グリースがまだらになっていることから、ところどころ密着していなかったようです。CPU クーラー側は、CPU グリースが、まんべんなくついてました。CPU グリースを拭き取って、台所用洗剤で洗浄します。できました。綺麗になると、気持ちがいいですね。ヒートパイプ単体で性能を確認します。沸騰したお湯にヒートパイプの一端を浸して、もう一端に、瞬時に熱が伝われば、ヒートパイプとして機能しているようです。一瞬、熱くなったかなと思ったんですが、その後は手で触れる温度のままでした。時折、水が沸騰するような振動が伝わってくるので、水の貫流がうまくいっていないのかもしれません。水平部にだけでも、ウィッグを入れるべきでしたね。4本とも同じような感じでした。サーモグラフィーで正確な温度を測るためには、アルミの金属光沢を黒く塗装する必要があるようです。塗装するので、不必要な部分にマスキングをします。塗装には黒体スプレーを使用しました。塗装は薄くがいいようです。真っ黒になりました。マットな感じで、なかなかかっこいいです。ヒートパイプを組み付けていきます。前回はアルミ棒側だけに CPU グリースを塗りましたが、今回はヒートパイプにも塗っておきました。アルミ棒に CPU グリースを薄く塗ります。CPU にもグリースを薄く塗ります。そして、マザーボードに組み付けます。できました。マットブラックのクーラーと光沢のある銅パイプで、かっこよくなりました。サーモグラフィーで確認してみました。画角はこんな感じで、スポットの温度は左上から、背面のヒートシンク、アルミ棒、CPU クーラーです。
室温は26度なので、前回の動画と同じです。赤外線カメラに切り替えました。アイドル時の CPU コアの温度は約50度で、前回の動画と同じでした。CPU-Z で負荷をかけます。今回はサーモグラフィーの CPU クーラーの温度が高いです。サーマルスロットリングが始まってしまいました。今回の CPU クーラーの温度は約80度なので、CPU コアとの温度差は約15度です。CPU クーラーとアルミ棒の温度差は約45度なので、残念ながら、ヒートパイプは機能していないようです。ご指摘の通り、前回のサーモグラフィーの温度は、計測不良だったようです。ちなみに、ファンを取り付けるとこんな感じです。CPU クーラーの温度はわかりませんが、CPU コアの温度は約80度で安定します。ファンは偉大だということがわかりました。ということで、今回自作したヒートパイプは、偉い人にはわからない、飾りとなってしまいました。飾りなら飾りらしく、飾ってあげよう。ということで、LED で装飾することにしました。用意したのは、シリコンホースに、USB で給電するタイプの LED を挿入したものになります。こんな感じで取り付けて、スイッチ、オン。まあまあですね。ちょっと物足りない感じです。LED をつけるだけだと、寂しかったので、側面のアクリル板に、ちょっと絵を描いてみよう。ということになりました。1日ぐらい悩んだのですが、絵心がないので、ヒートパイプ以上に難題となりました。結局、チャンネルの宣伝をすることになり、こんな感じになりました。チャンネルのマークと、引きこもりいいねボタン。あと、チャンネル登録よろしくね、です。Excel で作ったものを、プリントアウトして、マスキングテープで保護したアクリル板に、ステック糊で貼り付けます。カッターで型抜きします。できました。3時間ぐらいかかりました。型を抜いた部分を棒やすりで削ります。本当はショットブラストにしたかったのですが、設備がないので諦めました。できました。6時間ぐらいかかったので、肩が凝りました。組み付けるとこんな感じです。読めるぐらいには、くっきりできました。電気を消して、スイッチ、オン。いい感じです。説明するのを忘れましたが、ファンをアイゼン7の光るものに交換しときました。ちょっと離れてみるとこんな感じ。自分で言うのも野暮ですが、動画で見るよりも、実物の方がかっこいいです。左から見ると、この音は、
ダイソンも、